今回はタロットカードのペンタクルの王子の意味をもとに独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第40話スタートです。カード名ペンタクルの王子。小学6年生の頃、私に告白してきた男子がいる。母子家庭で着ている服はヨレヨレで、とても暗いイメージのその子はクラスの中でも浮いた存在だった。友達ともほとんど話をしない。声をかけても小さな声でしか返事をしない。誰も彼を相手にしていなかった。私はというと普通の家庭の子供だったと思う。両親は共働きだったが、父は医者、母は看護師をしていた。仕事が忙しくて両親といる時間は少なかったが、その分お金には困らなかった。いつでも欲しいものが手に入り、ブランド物の洋服を着ていた。子供ながらに優越感に浸れる毎日だった。年に一度、私の誕生日には友達を家に呼んで豪華な誕生パーティーをやった。そんな時には母が仕事を休んで食べきれないほどの料理を並べてくれた。そんな私に告白してきたのだ。私と彼とではあまりにも違いすぎる。好きだと言われて悪い気はしないし、付き合ってほしいと言われて嫌だとは思わなかった。ただ、いつでも美しくいられる私が彼のような男の子と付き合ったら、周りはどう思うだろう。きっと馬鹿にされる。そう思った私は彼の申し出を断ったのだった。中学に入り、彼と同じクラスになった。私は小学校時代の友達を率いて女王様の座を獲得していた。一番最初に携帯を持ったのも私なら、文房具はいつでも可愛い絵柄のもの、ハンカチはブランド物で私服だって誰にも負けない服装だった。いつでも華やかで誰にでも優しくしていた私は、男子からも告白されることが頻繁となっていた。ところが証拠りもなく、彼がまたしても私に告白してきたのだ。小学生の頃にネクラだから嫌だと断ったことで、そのネクラを直したという。私から見ても誰から見ても治っているとは思えないのに。皆同じ服装だから着ているものに差はないが、彼からは貧乏臭が漂っていた。私はまたしても彼の申し出を断った。そして友達に吹聴したのだった。和也から告白されたんだよね。和也、それが彼の名前だ。あの山本和也？そりゃ誰だって驚くだろう。私と和也ではお姫様と奴隷くらいに違うのだから。しかしこんなことを吹聴していいはずはなく、友達に言う必要もなかったのだが、私はあえてそれをした。自分から言ってしまえば、もし告白されたことが噂になったとしても悪くは言われない。そんな計算があったからだ。後から噂になれば私にとってマイナスな話となり、尾ひれ目ひれがついて噂はあらぬ方向に走り出すことを知っていた。だからこそ先に私の女王としての名を汚さないようにしたかった。マリーに告白するとか己を知らなさすぎ。女子たちの誰もが笑った。私は優しいふりをして、そんなこと言わないであげてよ、かわいそうじゃない。そう言いながらも心の中で笑っていたのかもしれない。その後もことあるごとに私を盗み見ていた和也だったが、
2年生になりクラスが分かれた。これで和也との縁も切れたと思っていたのだが、和也の思いは深かったようで、遠くの方から視線を感じることが多かった。それでも問題なく2年生という時間が流れた。事件が起こったのはそれから1年後、3年生になった時だった。またしても同じクラスとなった和也は告白こそしてこないが、じっと私を見続けてくる。そうなると受験勉強でストレスの溜まっているクラスメイトは格好の獲物を見つけたように私と和也を囃し立てた。ことあるごとに「ほら彼氏が見てるわよ」とか「よっぽどマリが好きなのね、付き合ってあげれば」などと言われるようになったのだ。ネクラで言葉少なの和也と付き合うことは私にとってマイナスでしかない。周りからうるさく言われるようになった私は、だんだんと和也の存在が疎ましく思え出していた。そしてとうとう、和也、あんたそんなに私のことが好きなの？和也の前に立った私は、あろうことかそう声をかけていた。言われた和也はどぎまぎした様子を見せたが、小さく、と言った。そんなに好きなら証拠を見せてよ。証拠を見せてくれたら付き合ってあげる。周りがどよめいた。和也自身も4年越しの恋が実るとあって顔を紅潮させていた。だが私が言う証拠というのはそんな簡単なことではなかった。私のことが好きならその窓から飛び降りてみせてよ。教室中の生徒が集まりだし囃し立てた。そうだ、好きなら飛び降りろ。当時教室は3階にあり、飛び降りれば死んでしまうだろうことは誰にでも分かった。そんなことをするはずはないし、できるはずもない。できないという言葉が出れば、これで二度と和也の視線を気にする必要はなくなるし、周りからも言われなくなる。そう思っていた。ほらね、好きだとか言いながら証拠を見せろって言われたらできないじゃない。人のことをじっと見てるなんて気持ちが悪いのよ。私のことを好きになるなんて100年早いのよ。ところが、たじろぎはしたものの、みんなから囃し立てられ、罵声を浴びせられた和也は、じっと私を見て、証拠を見せたら、付き合ってくれるんだね。と言って、窓に手をかけた。誰もが息を飲んだ。まさか本当に飛び降りるはずはない。そんなことをしたらどうなるか誰にでもわかることなのだから。それでもやろうとするならばきっと誰かが止めてくれる。バカなことはやめろと叫んでくれる。しかしそんな願いも虚しく、和也はためらいながらも窓から飛び降りたのだった。教室中に響く悲鳴、失神する女子、真っ青になる男子、騒然とする教室。私は震える足で立っていることもできなくなり、その場にへたり込んでしまった。間もなく救急車が到着し、和也は病院へと運ばれていった。どうして窓から飛び降りたのか、何があったのかと、教師たちが原因を調査していた。クラスメイトの誰かが事の一部始終を話したのだろう。先生が我が家にやってきて親と話していた。しかし私はこのことがあまりにもショックでしばらく家から出ることができなくなっていた。ことが落ち着いた頃、やっと学校に行くとクラスの空気が変わっていた。私を見る目が冷たく、和也を殺した犯人だとでも言いたいように、誰も私に近寄らなくなった。先生でさえ私に声をかけなくなった。残り半年の中学生活が地獄へと一変した。いつでも女王様だった私は誰にも相手にされない、忌み嫌われる存在に変わっていたのだった。
志望校をどうするかとなった時、親が言った。近くの学校では人の目もある。他県の寮のあるところに行きなさい。誰もあの事件を知らない場所に行けば平和に暮らせる。親の言うことはもっともで、私は親に言われるままに寮生活のできる高校へと進学した。そこでの生活は平和なもので、誰も私のことを知らず、事件のことも語られることはなかった。これで元の生活に戻れると思った。しかし、生活が元に戻っても、私の中に根付いてしまった闇はどうすることもできなかった。自分が犯してしまったとんでもない事実。和也は一命を取り留めたと聞くが、下半身の骨は砕け、この先は一生車椅子生活だと聞いた。学校にはあのまま姿を現さなかったし、高校へも行っていないと聞く。ずっと家の中で来る日も来る日も外に出ることもできない生活を送っているのだ。それなのに和也をそこまで追い込んだ私は口を拭って何事もなかったように元の生活を楽しんでいる。新しい友達を作り、新しい土地で毎日を過ごしているのだ。見た目には楽しそうで明るくて男子から告白される生活だ。しかし告白を受けるたびに心がうずく。やっと塞がり出した傷が開き血が流れる。大学に進み、こんなことでは人生がダメになると思った私は勉強に打ち込み、恋に喜びを見出そうとしていた。確かに楽しい。恋をしている私は確かに喜びにあふれている。人を好きになることで、人を愛することで、私は幸せだと思えた。しかし、幸せだと実感すればするほど過去がよみがえる。私は幸せなのに、和也はどうなのか。私の思いつきで人生を壊してしまった和也は今頃どうしているのだろうか。どんなに忘れようとしても忘れることができない。それどころか、あの日のことが夢に現れ、私を苦しめる。大学を卒業した私は、この苦しみから逃げたくて、和也のもとを訪れた。和也に会って謝ろうと思ったのだ。許してもらえないかもしれないが、せめて謝ることで自分を納得させたかった。そして自分の中の苦しみと決別したかったのだ。和也の家はとても古いアパートの1階にあった。玄関にはチャイムがなく、小さな窓から覗く家の中は建物で遮られているせいか、昼間だというのに電気がつけられていた。ドアをノックすると、玄関の向こうから和也の声がした。開いてますよ。声のするままにドアノブに手をかけ回す。確かに鍵はかかっていない。おずおずとドアを開けると、そこには成長した和也が車椅子に座っていた。車椅子の彼の前で私は体が震え恐怖した。こんな状態にしたのは私。彼から自由を奪ったのは私なのだ。この6年間、私は自由に生きてきたのに比べ、彼はこの暗い部屋の中でじっと息を潜めて生きてきたということか。和也くん、お久しぶり。マリです。喉の奥につかえているような声を絞り出し、やっと自分の名前を口にした。その途端、和也の顔に憎しみが浮かんだ。なんだい？押しかけてきて、まだ僕を笑い物にしたいのか？それとも僕がどんなに惨めな姿になったかを確認しに来たのか？そんな、私、あなたに謝りたくて。謝るだって？今さら何を謝るって言うんだ？女王様の君が僕のような貧乏人に何を謝るって言うんだ？
ごめんなさい。あの時は私どうかしてたの。とても悪いことをしたと思ってるの。許してなんて言っても許してくれないとは思うけど、でも、ああ、許せるはずはないよ。子供の恋心だったのに、それをあんな風に笑い物にされて、死ぬかもしれない状況に追い込まれて、それがどれほどのことか、お前のような幸せぼけしてるやつにわかるわけないんだ。和也の手が震えていた。目は血走り、そこにあるのは憎しみだけだということがわかる。私を憎み、恨み続けた6年間なのだろう。あの時、あんなことがなければ、僕だって普通に立ってることができたんだ。働いて、母さんに楽をさせることもできたんだ。そのすべてを奪ったのはお前だ。俺だけじゃない。俺の母親の幸せまで奪ったんだ。そう言われて、私は自分が犯した罪が思っていた以上に重く人を苦しめていたことを知ったのだった。和也という人間だけではなく、その母親までも苦しめていた。私はその場に座り込むと土下座していた。ごめんなさい。ごめんなさい。謝って済むことだと思ってるのか。お前はごめんなさいという言葉だけでいいだろうが、こっちは違うんだ。本当に悪いと思うなら証拠を見せろ。お前が反省しているという証拠を見せてみろ。証拠？そうだね。証拠と言われて、私が思ったのは貧しい彼の生活のためにお金を出すことだった。彼のために、そして彼のお母さんのために。両親に頼んでお金を用意したら、それが証拠になるのではないか。ふざけるな！私がいくら欲しいのかと聞いた途端に和也が怒鳴った。ふざけてなどいない。本心からそれが最善策であり、それ以上のことなど思いつかないのだ。お前のせいで母さんは毎日大変な思いをしているんだ。それなのに親に頼んで金を用意してそれだけで済むと思ってるのか。じゃあどうすれば。俺が働いて母さんに楽をさせてやろうと思ったように、お前が働いて俺と母さんを養え。家のことをすべてやって母さんに大変な思いをさせるな。ここで暮らして俺の足の代わりになれ。一生をかけて償え。そうだ。この人が言っているのは人生を返せということ。本当ならば働いて恋をして結婚してお母さんを大事にして家族が増えて笑って金持ちだろうが貧乏人だろうが関係ない。誰もが平等に手にすることができる幸せを返せと言っているだけなのだ。それをしたら許してもらえる？お前次第だね。一生をかけて償って自分がしたことがどれほど大変なことだったのか身をもって知るべきだろう。俺の人生を台無しにしたんだからな。だからって許したからってお前の罪が消えるわけじゃないけどな。悔しそうに言う和也は、どうせお嬢さんのお前にはできるはずないだろうけどと吐き捨てるように言うと、車椅子をバックさせて部屋の中に引っ込んでしまった。私はやっとの思いで立ち上がると、そっとドアを閉めた。家に帰ると両親の帰りを待ち、今日あったことを話した。そして和也の言う通りに彼の家で暮らし、彼の家族のために家事をして料理をして、彼の代わりに働き、彼の足になることを告げた。両親は驚き反対した。それならばお金を用意しようと言った。
お金を渡せばそれで相手の気持ちは収まるはずだと。お金で和也の心の傷が治り、和也の足が元通りになるのならば、私だってそうしているし、和也だってそうしたことだろう。だが、お金ではどうにもならない憎しみがそこにあり、お金ではどうすることもできない現実がそこにあるからこそなのだ。そして、私が中学生の頃に言った無理な証拠の提示。それと同じことを彼も私に要求してきただけのこと。私は私自身を救うためにも行かせてほしいと懇願した。何日にもわたって話し合い、母親に泣かれたこともあったし、父親に怒鳴られたこともあったが、私の気持ちは揺らがなかった。こうして最低限の荷物を持って、私は和也の家で住み込みの家政婦になる決意で家を出たのだった。思っていた以上に過酷な生活が待っていた。まともに働いたことのない私はアパートから近い工場で働き出した。何かあったらすぐに戻ってこれる距離で働けと言われたためだ。そして昼にはアパートに戻り、昼食の支度をする。すぐに職場に戻り、定時まで働く。夕方は買い物をしてアパートに帰り、料理をしたり、掃除をしたり、片付けをしたり。夜は和也をお風呂に入れて、言われるままに体の隅々まで丹念に洗った。それが済んだら母親の肩をもみ、布団を敷いた。狭い部屋の中は布団でいっぱいになった。二人が寝た頃にやっと自分のことができる時間になるが、部屋の電気をつけることはできないため、携帯の小さな明かりで化粧を落とし、水音がしないように風呂に入った。風呂から出た時には疲れが全身に回り、隅に敷かれた布団に体を折りたたむようにして横になった。横になった途端に意識を失うように眠りにつくのが常となった。気が向くと和也は外に出たがった。それが夜であろうと昼間であろうとお構いなしにだ。どんなに私が忙しくしていても文句など言えるはずはなかった。そのために寝る時間が削られてもそれは仕方のないことなのだと自分に言い聞かせた。そんな私を見ていて和也の母親はかわいそうだと思ってくれるようになり、私のすべきことに手を出してくれるようになった。だがそれが和也に知れると猛烈に怒られた。お母さんの優しさに甘えるなというのが言い分だった。和也自身が元気だったら疲れている母親にそんなことはさせないというのだ。そうなのかもしれない。本来は優しい性格の人だ。元気だったら大事なお母さんにそんなことはさせやしなかっただろう。私は和也の言うままにお母さんを大事にして身を粉にして動き続けた。家族を養い、和也の足の代わりとなるために、そしていつか和也が許してくれる日が来ることを信じて。時折私の両親が様子を見に来てくれるが、そんな時は和也が不愉快そうな顔をするので部屋に入れることはしなかった。しかし痩せ細った私を見て両親は悲しそうだった。いつでも帰ってきていいからと何度言われたことだろう。けれど私は元の生活に戻ることができても和也は元には戻らないのだ。どんなに辛くても私は家に帰ることだけはできないと心に誓っていた。彼のためだけじゃない。私のためにも、私自身のためにも、彼のそばで生きていくと決めたのだから。あれから20年が経とうとしている。今も日の差さないアパートの狭い部屋の中で私たちは暮らしている。和也の母も定年を迎えて、今は和也と一緒にいてくれる。
最近では和也にも笑顔が出てきて、私も穏やかでいられることが多くなってきた。中学生の時に犯してしまった過ちのために、こんなにも過酷な人生を送ることとなった私だが、もしかしたら小学生の頃から私は和也が好きだったのかもしれない。好きだという思いがなければ、こんな生活からとうに逃げ出していたことだろう。女王様でいたいという思いや生活の差が私を素直にさせてくれなかったのだと思う。こうなって一度だって好きだと言われたことなんてないし、これだけ長い間一緒にいても愛していると言われたことはないが、それでも私は幸せだと思う。やっと彼のあの時の気持ちに応えることができたのだから。こんな形で結ばれた恋だが、私は彼を愛している。いかがでしたでしょうか。このカードはおごりや散漫さによってチャンスを逃す可能性を暗示し、経済的な損失も示唆しています。また、頑なな態度や自分の考えに固執しなければ恵みを受け取れる兆しがあるとも言っています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。